動画をご視聴ありがとうございます。はい、のりです。今回はですね、一軸通信の中でもちょっとお伝えしてるんですけども、7月の作業、私に限ってになるんですけども、残っている一つの作業がありますというお話をさせていただきました。はい、以前ですね、こちらの動画ですね、覚えてますかね。もう春先になるんですけども、これですね、冠水システムを構築したいという動画を出させていただきました。私のね 3R の雨よけハウスの方ですね、夏場になりますと冠水がですねちょっと非常にやりにくい状態になるんですけども、それをね簡易的なものにしたいと、楽にしたいということで、こういうですね冠水システムを作りたいという動画を出させていただきました。図面をですね簡単に作りまして、今こういう状態にしたいというふうに思っておりました。実はこちらの方ですね、ここにもちょっと書いてあるんですけども、赤色でね、赤色のところをサンホープさんの製品でやりたいですということで、サンホープさんというところと少しやり取りをさせていただいて、最終的にねお見積もりも頂戴いたしまして、こちらにすることに決めました。サンホープさんのですねホームページはこういう状態です。ここにも書いてあるんですね、冠水スプリンクラーならサンホープということで、この辺のですね冠水に関してはプロフェッショナルな企業さんということになります。こちらさんにですねご協力いただきまして、今回いろいろですね製品の選定をお願いをしました。簡易的なね図面を私やり取りさせていただいて、最終的にこの図面でいう赤色の部分をサンホープさんの商品で賄って、冠水チューブの方ですね、この青色の部分は私の方で準備しますと。つまりハウスに入るまでの状態ですね。ポンプの方はですね昔から使っている既存のものを使いますということで、こちらのねポンプの使用書も出させていただきまして、やり取りを行いました。給水は用水がありまして、そこからこのポンプ、これ強立さんのポンプなんですけども CL40 というもので水を吸い上げて、ここからサンホープさんのポリエチレン管になるんですけども、それを利用して約17メートルで、そこからこのハウスの B 棟の方に2つに分岐をしてですね水を送る。で途中ですね A 棟に入るところでまた分岐をして A 棟の方には水を送ると。圧力がもしかすると足りないかもしれないと思いましたので、弁2つをですねつけまして、A 棟に冠水をするのか B 棟に冠水をするのかという切り替えをですね用いることにしました。圧力逃がし弁の方はですね、視聴者さんのねコメントをいただきまして、あった方が便利ですよということで付けさせていただきました。ただこれはこの部分なしでですね構築をしてみて、必要だったら付けようということで見積もりはいただきましたけども、実際のですね商品発注の時には発注をせずに、やってみた結果必要だなと思った時に発注しようということで発注しないような感じにしました。ハウスの方ですね、長さ的には約26メートルあります。なのでこれ4ついっぺんにですね水を流すとなると、ハウス1棟で約50メーターですね、2棟で合わせると100メーター分の水を流さないといけない。プラスここが17メートル約ありますので、合計すると120メーター以上ですね水をですね流さないといけないという仕様になります。エンジンポンプの方ですね、使用の部分はこれになります。うちは CL40、 これですね、このポンプを使っておりまして、これ見ますと口径は 40mm の管が付けられるということですね。最大全容程は24メートルなんですね。で最大給水用程は8メートル、これは8メートルの高さなんで、ポンプの方はね1メーターちょっとのね高さになります。最大用水量は1分間に約350リットルですね吸い上げることのできるというポンプの仕様になってます。 CL40 のですね性能曲線を見ますと CL40 こちらになりますよね。最大がさっきありました通り1分間に350リットル出せますよっていうのは、全長が0メートルだったら360リットルになります。グラフ上からするとこの10メートルぐらいまでであれば、そうですねだいたい350リッターぐらいですね水を出すことができるというグラフになってますね。最終的に0リットルになるっていうのは、ここに24、5メーターですね、ここにも最大の全容程は24メートルというふうに書かれております通り、24メートルもほぼ水が出なくなるという状態になるグラフがここに出てますね。何を言いたいかというと、ここが口径がですね 40mm になってます。つまり 40mm でつけた場合、全容程26メートルを超えるともう水が出なくなりますという具合になってます。このポンプのね出口が 40mm になるんですけど、 40mm を使ってしまいますと最大長はですね24メートルになってしまいますので、
ハウス2棟どころかハウス1棟分の水を流すのもちょっと難しくなりますので、単純計算ですね、半分以下にねすることによって倍になるなと思いまして、サンホープさんのこのポリエチレンパイプっていうのは一番太いのが 40mm です。内径は 33mm になります。通常はねこれを使ったり、この 32mm とか 25mm っていうのを選択するんですけども、今回はあえて少し細めのこの 20mm で、内径が 16mm で、長さ的には 60m あれば足りるので 60m っていうので見積もりをくださいというお願いをいたしました。なぜね外径 20mm 内径 16mm を選んだかと言いますと、実績があるんですよね。育苗ハウスの方で使っているホースの太さがこれになります。なので同じポンプを使って同じ太さのねホースを使ってどのぐらいの圧力で出ているかっていうのが分かりますので、こちらのポリエチレンパイプを使うことにいたしました。結果ですね、サンホープさんからこういう回答が来ました。ポンプ周りのですね資材の配管イメージ図を送っていただきました。具体的にどの継ぎ手を使ってどのバルブを使っているかという商品名まで全部入っている状態でした。1回目はですね圧力逃がし弁以外のものをですね発注することにしました。赤丸のねついている部分を発注をかけさせていただきました。本当にねこれだけだと私何をどうすればいいのかが分からなかったんで、これですね具体的に本当にどうやって組んでやるのかっていう部分もですねはっきり分かるような図面をいただいてですね本当に助かりました。では実際の現場での作業をご覧ください。で、生地ストレート、基本全部一緒だね。ネジがついて、ここにはいで、こういうやつ。ここに、こう、はい。こういう感じ。でかい。バルブ。ね。こうなる。ね。で、こうなる。で、こうする。で、ここでひねる。ね。これ、16ミリ。で、これをここに入れる。こうかな。全部入れるとこうなる。で、こう入る。こんな感じかな。これがこの先につく。この辺で切れば OK。なので、外して、
で、で、こう。こうして、はい、短いやつ。この先がこれ。こうなんですね。で、えこう。もう手で締められるってすげえ。で、こうと。で、こうね。こんな感じ。こう来て、こう。で、あっち側にもう一個。仮設置ですけど、できました。ポンプね。で、ここからまっすぐ行って、で、ハウスのミットをですね。で、ここで分岐です。ここ行って、さらに分岐して、いわゆるこちらとこちらの列に水を供給する。まだすみません、散水用のチューブはつけてないんで、分岐したやつがここから流れて、ちょっと長かったかな。ここで折れ曲がって分岐して、同じくね、左右に分かれて、はい、この2列に水を散布する。よし。一応テストで動かしてみようか。これ全開にしときましょう。ね。ちょっとね、さっきカメラの方がね、もう高温になっちゃって止まっちゃいました。もう今日は暑いんでね。一応ぴったり、まあこれ、このまま入ってるだけなんで圧力で取れないか心配なんですけど、とりあえずテストで動かしてみます。はい、来てますね。ああ、こんな程度か。はい、4つ。中入ったのがわかるね。今4つ全部開けている状態で、こんな感じなんだな。よいしょ。2本で、こんな程度なんだ。ああ、これやっぱり弁つけといた方が良かったかもしれない。やっぱりこれがね、最終的に
この両脇にね、散水用チューブを入れて水をまくんで、これ多分4ついっぺんに読んだと多分圧力足んないよね、これやっぱり。やっぱりベルつけてよかった感じがする。もう全く漏れないね、すごい。手で締めてやるだけなんですけど、全く漏れがない。素晴らしいね。うん。ちょっと片側締めてみようか。要はこれで、これを締めていくと、あっちの圧力が上がると。あ、はいはい。確かに上がるね。これで止めて、2本。うん。はい。見にくいですけど、完全に止まってます。あ、やっぱり弁つけた方が良かったね。見えるかな？このぐらいの強さになってね。こう弱めて広げるとこんな感じ。あ、全然大丈夫だ。はい、成功しましたね。これ 16mm のアタッチメントをつけて、最終的に4つにね、分岐。こっちで2つに分けて、さらに2つに分けてやって、あのぐらいの水量なんですね。この弁がないとね、4ついっぺんにね、水を出すと、おそらく端まで届かないんじゃないかな。当初ね、ここに圧力が強いんじゃないかということで、圧力用のね、逃がし弁をつけようかなと思ってたんですけど、今ね、見ていただいた通りの状態なんで、圧力逃がす必要性は全くなかったですね。なので、このままいけます。冠水システムの方ですね。一応第2回目ということで、やりました。あとはね、先ほど言いましたけど、散水用のチューブ、予定では、これ昔うちで使ってた余りがあるんで、こういうやつ。ね。ただ、もちろん全然太いんですよ。16ミリどころじゃないんで、これをこのね、ホースに、ね、このホースにうまく接続できるように、ちょっとね、なんか考えていきたいと思います。先日はね、このエルボーに向けて、ここまで引いてまして、ここから先ね、散水チューブ、こういう形で、はい、もうケーブルタイラップで止めてやるだけです。ちょっと、漏れますけど、何の問題もないでしょう。で、今、片側だけのハウスに絞ってね、出してみると、こんな感じになります。結構出てるね。2頭いっぺんにできるかもしれない。ちょっと逆に、これ穴の位置が上向いちゃってるんで、こうなるとね、実の方に直接水が当たっちゃって、これだとあんまり良くないんですね。これ下に向けた方がいいよね。ちょっとひっくり返してみようかな、今。後で。ちょっとね、ひっくり返してみますけど、でも出方が違う。こっちの青い方の方はすごい出てるんですけど、黒い方はこのぐらいしか出てないんですよ。でも、ちょっと向こう行ってみようかな。これ黒いのどっかから漏れてるんじゃないこれ。黒いの、ここから穴が開いてるんで漏れてるんだ。だから、こういう風になってるんですね。ということは、ちゃんと塞がってればしっかり水が出るようなので、半分ずつ巻けば結構いけますね。翌日です。冠水チューブですね。実際にハウスの方にテストで2本引いてみてやると問題なくですね、冠水できるような状態でした。ちょっとね、動画でもやりましたけども、このチューブ自体がですね、もう結構前のやつなんで穴が開いてるものばかりで1本しか実は使えなかったんですよ。こちら側の青い方のチューブはちゃんと出ることが確認できたんですけども、これ今左側も青いやつついてますよね。動画の方では黒いチューブだったと思うんですけども、黒いのはですね2本ともダメで、別のね青いチューブがあったんでそれもやってみたんですけど、このチューブも残念ながら途中穴が開いてまして漏れてました。画面右側のこちらのチューブはね使えてるんですけども、ちょっとね長さが足りないんですよ。黒いイチジクのところまで若干もう2メーターぐらい届いてないんで、これもねちょっと変えないといけないということで、検証ではうまくいったんでチューブだけ買ってきました。先ほどコメリさんの方行って購入してきたのがこちらの冠水チューブアクアになります。色はね青色、黒色も売ってました。値段的には黒も青も同じで、こちらで購入した時は2180円、長さは200メートル、
幅が 50mm、 内径は約 32mm になってますね。ビニールの厚みの方は 0.12mm で、穴の大きさは両面で 0.6mm、 そして、ピッチは150、75mm 千鳥というふうに書いてありますね。なんか 150mm でこう上と下でこう互い違いになってるんで、結局 75mm 間隔になってますということなんですね。で断面で見るとこういう感じ、下側に2つと斜め上に2つという形で出るという具合になっています。で 200m ありますんで、厨房を引くと大体 26m になりますので、1つのハウスで約 50m、 両方合わせて 100m 分ぐらいあれば大丈夫なので、利用するのは約半分ということですね。こちらのね古い方のチューブを撤収して新しいのをねつけていきたいと思います。前回の動画でもお見せしました通り、タイラップで留めてやるだけなので入れましたね。でホースを外すと、反対側もやります。よし、取れました。じゃあホースの方ね、まず回収します。ああ、ここがほら穴開いてるところだ。じゃあ設置していきます。はい、よいしょ。こんな感じで端がテープで留められてるね。はい、ちょっと先ほどのから比べると透明だね。じゃあ同じくねタイラップで留めていきたいと思います。結束バンドでこういう風に入れて、これダイソーさんのやつです。100円の10センチの家に余ってたりいきました。10センチあれば20ミリのね直径なんで、6センチぐらいか。2本一応念のために、1本でね昨日もやってたんで問題ないと思いますけど、一応2本。よし、じゃあ設置していきましょう。こっちまで出てきました。じゃあ次反対側。はい、とりあえずこちら側は OK ですね。じゃあ隣のハウスもね設置していきます。4本ですね設置完了しました。ちゃんと出るかどうか確認します。まずは片方だけ開けてある状態。昨日これでねうまくいってるので、まず片方だけでエンジンをスタートさせてみて、それからこちら側ねバルブを開けてみたいと思います。来ましたね、音がしました。1本目の方には来てると思います。ちょっとひねりとかあるかもしれないんで見ていきましょう。ひねりとかあるかもしれないんで見ていきましょう。お、来てないなまだ。あ、来た来た来た。あ、ここがひねってるな。はい。おおすげえ出る。今ですね2本とも正常に出るようになりました。ひねってるとねやっぱり途中で止まりますんで、よれを直しました。これハウスの一番入り口のところですけど、見えますかね、結構な高さ。こう見ただけでもこの辺まで来てるんで、
5、60センチ出てますね。これだとやっぱりちょっと強すぎますんで、反対側もね開けてみたいと思います。じゃあこっち側開けます。そしたら一旦こっち側止めましょうね。それでちゃんと出るようにしてから両方開きましょう。こんな感じで出てます。距離がねやっぱり少し伸びた分、先ほどのハウスから比べると水の出はねどうだろう、30センチぐらいの高さかな。では両方開けてみてどうなるかやってみます。ではこちら側開いてます。とりあえず今全開開けてみようか。これで全開です。全開にすると水が飛び出ている量はかなり少ない。あっちはどうなってるんだ。こんな感じですね。まあ30センチぐらいかな、一番端っこで。もう十分かな。お隣は、はい、お隣ですね。まあやっぱり勢いは相当少ない。20センチないかな。10センチほどしか出てない。こうやると分かりますかね。ちょっと少ないかな。ちょっと反対側を絞って調整できるかな。向こうのハウスの方がもちろん出がいいですね。まあ、距離の関係上もありますね。バルブの方調整して、こちら側がポンプ側に近い方の換水チューブです。こんな感じで出てます。こう広げて私20センチなんで、だいたい25センチぐらい水が飛んでる感じ。端っこの方もいってますね。こういう感じ。結構出てるよね。あとはちょっとこれ今テストなんで、もう少しね根っこ側に近づけるようにチューブの位置を変えないといけませんね。でお隣のハウス、ポンプから遠い方ですね。こちら側は、はい、こんな感じで出てます。まあ似たようなもんですね。25センチぐらいで、あそこが端っこですね。見えてるかな、こういう感じで。これももう少しね根っこ側に近づける感じに。これこっちで大丈夫かな。もう少し寄せた方がいいかな。バルブの方はこんな感じになってます。ポンプ側に近い方のバルブはこのぐらいしか開けてないです。で遠い方の方は指2本分ぐらい。はい、ここは1本、ここは2本。これが全開なんで、それの半分ぐらい、そのぐらい締めてだいたい似たような圧力になってますね。バルブ調整はあった方が良かったですね。奥とやはり手前では距離が変わるので、水の出方がだいぶ変わってきますんで、先ほどお見せした通り遠いところは全開で、近くはそれの半分ぐらいに絞って似たような感じで2頭一度にですね、これで換水ができるということが確認できました。第2回の換水システム、システムと呼べるほどのものではないんですけど、完全にもう手動なんですけども、エンジンをかけてという感じになるんですけども、自動的に止まることもありません。燃料がなくなったら止まるっていう、そんぐらいですね。でもこれで夏のね換水がだいぶ楽になるかなと思ってます。というか期待してます。で今回ですね利用いたしましたパーツ群、モノタロウさんの方で購入しているので、リンクの方を貼っておきますので、ご興味のある方はですねぜひ見てみてください。動画をですね最後までご覧いただきありがとうございました。今回の動画は以上になります。次回の動画でお会いいたしましょう。